はい、どうもです。ということでですね、今日は沖縄に来てるんですけども、沖縄の川はですね、もう本当にね、外来種の宝庫で、もういろんなものがいるんですけど、できればね、プレコ、大うなぎ、ティラピアあたりがね、取れたらなと思うんですけども、ちょっとね、適当に川があったんで来たんですけど、すごくない？川がジャングルみたいなんだよ。早速見つけました、外来種。ミシシッピアカミミガメですね。うわここ降りれたらあいつら取りたかったなって感じで、沖縄の川はめちゃめちゃ魚がいます。ということで今日は外来種を探しに行きます。はい、ということでですね、プレコがいると言われてる場所に来たんですけども、プレコはですね、表皮がめちゃめちゃ硬くて、特に外敵もいないんで、めちゃくちゃ大量発生しています。とてつもない外来魚です。ということで今日はね、少しでも駆除できたらということで、プレコをね、取っていこうと思います。目標5匹。いるかな？深いところにいるやつはむずいんだよね。この草の下とかガサガサしたらいけるんじゃないか？あ、なんかエビが通れてる。うわ、流れが速い。プレコいてくれ。あとティラピアも取りたい。マジジャングル探検じゃん。いた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 。でけえ。でかいでかい。え、待って、どこ行きやがった？あんなでかい巨体で。え、どっか隠れた？え、くっそでかいやついた。え普通に逃げられてると思う。前来た時より水量が全然違う。あー、このプレコ擦れてんな。あー、深いな。これ以上深くなったら嫌ですね。あー、マジか。そっから上がっていけます？あー、結構深いな。あ、なるほど。もう慎重に行きましょう。あ、今回の食材ね、アフリカマイマイも狙ってるんですけど、意外とこいついない。なんでいないんだろう。本気モードです。プレコは手で行った方がいい。網はね、遅い。手の俊敏さの方が絶対取れるわ。ちょっと本気出す。よし、一匹。プレコなど余裕で取れます。一旦バケツ入れとこうかな。うわ、こっからなんか汚ねえ水が。プレコいないっすね。なんかハブがいるから怖いっすよね。よっしゃー。ぐわあー、見たか。うわ、今いきなり動かしたから肩がやべえ。プレコが厄介って言われる理由なんですけども、あれ見てください。あれですね。あれは粘土のね、土なんで別に穴が開いても問題ないと思うんですけども、あれプレコの仕業なんですね。あんな感じでですね、環境まで生えてしまうっていうね、結構ね、問題な魚なんですよ。で、昼のプレコはマジで速い。見つけた瞬間にスッていかないといけないから、マサルさん集中モードになりますから、あっち行きましょう、戻りましょう。マジいいね。また深くなるポイントが。お、でかいこれ。え、いました？よっしゃー。めっちゃいい映像撮れたんじゃない？でっかこいつ。これがプレコですよ。インドの壁画みたいな柄をしてるでしょう。うい、元気だね。でプレコね、めちゃめちゃ頑丈なんで、しばらく水から出してても全然元気です。はい、というわけでね、プレコは3匹取れました。これ見てみてください。今ね、水で生かしてるんですけども、プレコってね、もうなんか泥ごと沈殿物を食べてるのかな。泥吐かさずに食べるともう本当に臭くて食べられたものじゃありません。これ水道水入れたんですけども、これね、今何分ぐらいですか？ 5 分ぐらいしか経ってないんですけども、こんなに透明だった水がもう5分でこれですからね。今日はですね、この
プレコ1週間ぐらい泥抜きしたら結構普通のね、白身魚みたいな味になるんで、料理はね、家に帰ってから決めましょう。ということで、とりあえず1週間ぐらいね、泥抜きをしていきます。はい。というわけで戻ってきました。今日はですね、沖縄で取ったプレコをね、さばいていこうと思うんですけども、やっぱり沖縄の川はね、すごい生物が豊富ですね。島はね、あんまり山がなくてね、あんま川がないんでね、久しぶりにね、面白かったですね。ということで、まずはプレコ、観察していきましょうか。はい、こちらがプレコですね。1週間で泥抜きをしたんですけども、意外とね、プレコって凶暴なのかもしれないって思ったのが、今これ、小さい水槽に移したからあれなんですけど、尻尾かじられてるんですよね。まさかのプレコって共食いするんですね。もともとプレコはですね、沖縄に生息してた生き物ではなくて、ペット用に飼ってたものが逃がされて大量発生しているというね、現状でございます。今沖縄の川行ったらね、マジでむちゃくちゃいますね。本当にもう駆除するとかそういうレベルじゃないぐらいね、いるんですけど、意外とね、昼間行くとね、取れないんですよね。で、このプレコはですね、この口が特徴的なんですけども、海底にある泥とかをですね、食べて、その中の有機物をね、エネルギー源として生きてるんで、基本的に水槽の中をきれいにする役割で飼ってたりするみたいです。ただですね、さっき水入れ替えたばっかりなのにもう濁ってるんですけど、濁ってるところを見てわかるように、水をきれいにするっていうことは、プレコのね、内臓自体はね、汚いものを溜め込んでるんで、入念に泥抜きをすることをお勧めします。これ内臓がね、見えないんですけども、イメージとしては、オタマジャクシと一緒ですね。ぐるっぐるの内臓がね、この中に入ってるんですけども、それを全部吐き出させてから調理するのがおすすめです。で、今回初めて気づいたんですけど、プレコの目って丸くないんですね。ハートみたいな形してるんですね。これ初めて気づいたわ。ということでですね、そんなプレコを今日は料理していくんですけども、まずですね、締めましょう。こんないかついね、ドンキをね、持ってるんですけども、プレコをちょっと今から出すんですけど、パワーが意外と強いんですよ。よいしょ。ここにですね、プレコの脳みそが入ってるんですけど、これね、めちゃくちゃ硬いんですよ。硬さで言うと、どのぐらい硬いかな。本当に石と同じぐらい硬くて、で、全身がですね、この鋼鉄に覆われてるんで、ここね、包丁が入らなくて、通常の魚みたいに脳天締めをすることができないんですね。なんでこれは、ちょっとね、グロいんですけども、ハンマーで締めていきます。はい、締まりました。動かなくなりましたね。やばい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 。結構ね、痛い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 。こう、息が激しいんで。締まりましたね。こいつが一番元気だ。やばい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 。はい、ということでね、閉まったんですけど、これ外装がですね、本当に硬いんですよ。音聞いたらわかるかな。触った感じ、石と同じですね。これがですね、このサイズですよ。サイズ的には20センチ、40センチ、45センチぐらいなんですけど、このサイズでこの硬さってなると、沖縄の生物だとこいつの捕食者がいないんですね。こいつの外敵がいないんで、爆発的に増えてるということですね。そして裏側はね、こんな感じです。エジプト模様みたいなね。なんかまだら模様というか幾何学的なね模様をしています。で、大きくなるとこの若干間隔がね広くなっていますね。魚はですね、基本的に締めたての魚、鱗をね取りづらいんですけど、プレコともなるともう不可能ですということで、一旦ね鱗を取るために茹でたいんですけども、内臓を取ってからね茹でようと思います。頭外せるかな。ちょっと頭を外すチャレンジをしてみようと思います。非常に硬い鱗がですね、かなりね強固にくっついてできてるんですけど、これのね隙間に包丁入れれば外れはするんですけど、外れるかな。入んねえな。入った入った。ここですね、隙間に。うわ、これちょっと失敗したかも。硬すぎるな。わ、すごい。買った。やっと。うわ、これ内臓。よいしょ。これね、ほとんど身がないんですよ。こっちが頭なんですけど、グロすぎるかな。ちょっと広告が剥がされそうだな。一旦茹でた方がいいな。で、ここがですね、普通だったら鱗こうやってジョリジョリ剥がしていけるんですけど、これがね、本当に全部ねしっかり眼鏡にくっついてて、1枚剥がすことも難しいんですけども、魚ってこの鱗と鱗だったりとか、鱗と筋肉、骨と筋肉をつないでる組織がですね、基本的に熱に弱いんで、一旦ね火を通すことで鱗を剥がすことができます。ちょっと頭と内臓だけ落としてそこから茹でようと思ってたんですけど、想像以上に硬いですね。一旦茹でてから頭と内臓と鱗を剥がしていきましょう。セット。はい、それでは茹でていきましょう。ここで全体的に火を入れるっていうよりは、表面にね、表面と皮の間絶対に火を入れた方がいいですね。はい、取り出していきましょう。今ものすごい香りがきた。やばいかも。
なんか金属を燃えた匂いがする。さて茹で具合は足りてるのか。このヒレが取れたら茹で具合足りてます。あ、さっきまであんだけ硬かったのにヒレと骨の関節も緩くなってるんでね、こうやって外れます。あ、全部が外れそうですね。あ、臭い。何これ凄まじい香りがするなこれ。はい、さっき言ってたね、これがプレコの内臓なんですけども、やっぱ1週間だとこれ泥抜きがしきれてないですね。腸がね結構長くてぐる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 巻いてるんですけども、これまだ残ってますね。あともう1週間ぐらいやってもよかったな。なんか変な匂いがしますね。魚の匂いではない。なんだこれは。でこれ分かったのが、ここをこうしたらボケバスで頭がこれで終わりです。見てください、内臓が緑の色してます。はい、そしたら頭を取ることができたんですけども、ここからですね、鱗取りです。取れるかなあ、取れるわ。いや今回このプレコやってるんですけど、やっぱ川魚深いかもしれない。前まで冬場に近い時に取りに行ってたんですけども、初めて今回夏場のプレコを食べてるんですけど、桁違いに臭いですね。レベルが違うわ。あ、これ何の匂いか分かったわ。硫黄系の匂いですね。硫黄系の匂いと魚のドブの匂いが混ざってますね。でこんな感じでプレコの可食部がね、取り出せました。とてつもなく臭くないですか。あ、でもあれかもしんないですね。あれだ、今ダイエットしててほとんど添加物とか取ってないクリーンな食事をしてるから、めちゃくちゃ香りとか敏感になってるんだよね。逆に玄米とか永遠に食ってるっていう渋い食事をしてるんですけど、今日はですね、プレコしっかり泥抜きできてれば普通の白身魚みたいな味なんですけど、非常にね強烈な匂いがしますし、動画以外では揚げ物が食べれないんで、今日も揚げ物にしようかなと思います。ということで、ニンニク、醤油、生姜でね、プレコの匂いを消して、そして唐揚げにしていきましょう。だってこれ、ちょっとカメラマンが臭くないって言ってるけど、結構プレコに対しては精一杯の味を出したんだけど、身から出る液体、白濁してるんですよ。絶対臭い。あれ？身はそんな臭くないかも。これ内臓壁がちょっと残ってるので、ここだけきれいにして調理していきましょう。ちょっと30分ぐらい味付けしていきましょう。料理酒、醤油でニンニクでいいでしょう。あ、でもここまで来たらなんか食べ物と認識してきた脳が、さっき内臓の匂い嗅いでこれを今から食べるのかっていう絶望の淵に立たされてたんですけど、ここまで来るとそんなにだな。これ全然いけるわ。ちょっと味が入りやすいように飾り包丁入れておきましょう。でもさっきの内臓やばかったな。過去一臭かったかもしれない。匂いを感じるコンディション整えとかないと。豚骨ラーメンとか普段からいっぱい食っとかないと臭いわ。はい、では30分経ちました。2時間ぐらいつけても良さそうなんですが、こんだけサイズが変わってくると味の入り方も変わってきますからね。では片栗粉をまぶしていきます。まあいいや。では油入れていきましょう。プレコめちゃめちゃでかいからな、結構油多めでいいと思う。1本使い切ってしまおうか。贅沢にいきましょう。では火をつけていきます。シャカ。ではプレコ入れます。おわ、あ、これめっちゃうまそうだな。そして油がちょっと足りない。もうちょっとだった。これ見た目美味しそうなんですよ。ここめちゃくちゃフグの唐揚げみたい。はい、それでは完成しました。いただきます。男の夢が詰まった形をしてるんですけども、このままねかぶりつこうと思います。じゃあいただきます。あ、怖いな。さっきめっちゃ臭かったからな。普通にうまいですね。はい。ちょっとね、プレコの内臓とかね、血の匂いがまだちょっとキッチンから漂ってきてるんで、先入観があるっていう大前提があるから、研ぎ澄ませたら匂いを感じるぐらいの感じなんですけど、プレコ自体はね、本当に癖がない感じで、別にプレコに味なんてないんですけど、食感はね、でもあえて言葉にするんだったら結構ふわふわ系の密質をしてて、普通に美味しいですね。内臓の匂いは全然しない。若干ドブの匂いがする。10点中5点ぐらいの味ですね。はい、はい、それではごちそうさまでした。川魚3連チャンということで、さばく過程がですね全員臭かったんですけども、全部唐揚げにするとね匂いが飛んでいくということがね分かりました。こんな感じで川魚はねちょっと攻略できてきた感があるんですけど、こっからジビエ、そして関東の池に進出していくんですけど、やつらの香りをどう攻略していくかという楽しみですね。皆さんこれからねまた新しい映像をね撮っていきますんでね、楽しみにしておいてくださいということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは腹減ったな。そういえばやばい漁師にもらったやつ美味しいのかな。なんだこの食べ応えは。硬さが常軌を逸している。噛めば噛むほど溢れ出す旨味という名の爆弾が口の中で爆発して
止まらねえ。しかもこれで降らないだって。ダイエット中の私でも食べれるの最高すぎる。